はい、当社は、昭和34年に、私の実の父である、田尻隼人っていうんですけれども、創業いたしました。現在当社がメインとして作っているのはサビキっていうもので、すごく簡単に釣りができるものなんですね。針にも糸とかセットされているようなものです。これは全て手作業ですので、現在ベトナムとか中国のチンタオとかミャンマーにも工場を持って、だいたい1000人ぐらいの規模で作っております。その商品が、毎週コンテナでこちらに入ってきて、それを入庫してお客様のところに送り届けているという形を今とっております。現在はやはり2万点ぐらいな登録はありまして、日々動かしているのは1万ぐらいですね。特によく売れるっていうものが5000点ぐらい、5000アイテムぐらいですので、出荷のところがすごく今までネックになっておりました。当社では B2B の出荷が中心となっております。かなり季節変動があるんですが、ピーク時で1日あたり平均で900件程度、最大で3000件弱にもなります。これは昨年の実績ですが、このオートストアシステムを導入した後はピッキングスピードもかなり向上しておりますので、昨年以上の出荷件数が見込めると考えております。はい、オートストアは全体49メートル ×38 メートル、約1860平米となっております。瓶の数が22,933個で、以前の自動倉庫が1万でしたので、倍以上の数を確保できております。ロボットの数は76台、入出庫のポートの数は11となっております。はい、入出荷の全体の流れの中で、入荷したものを入れるための、パレット用の自動倉庫を併用しております。はやぶさ様の要求入出庫能力は非常に高く、オートストアが台上、配便4段、その他エリアを14段にすることにより、オートストアの面積を広げました。そのことによりロボット台数を多く導入することができました。現時点ではロボット台数日本一、オートストア面積日本一の納入現場となっております。まず一つはその圧倒的な保管能力です。小スペース、限られたスペースでかなりの物量を保管できますので、社屋周辺に借りていた倉庫をすべて返却しました。これによりその倉庫の賃料、これが大きくコストダウンできております。もう一つなんですが、やはりそのピッキングスピードです。以前の自動倉庫を使っていた時と比べると約3倍ぐらいのスピードアップができております。それにより出荷までのリードタイム削減、また人員の削減にもつながっております。ピッキング後の後工程に多少まだ課題は残ってはいるんですが、稼働開始、今3ヶ月程度なんですが、その3ヶ月の比較でいくと、導入の検討を開始した2019年の、同時期、2年前の同時期と比べると売上は 165% になっていますが、ピッキングは何ら問題なくこなすことができています。当社ではもともと20年前から他社の自動倉庫を使っていましたので、自動倉庫を使用した出荷というのは必須だと考えていました。ただその中でやはり課題になっていた部分が解消できるのかどうか、まず第一にピッキングスピードですね。それと以前の倉庫は1階から2階への吹き抜けの自動倉庫になってまして、かなりのスペースを
そこに使っていました。でそこにも収まりきらないものがかなりありまして、平置きの倉庫も併用するというような形になっていました。でそこを、一気に解消できるようなものが本当にあるのかという部分が、やはり不安ではありました。新しい自動倉庫の導入の検討を開始したのが2018年の6月です。最終的に岡村さんのオートストアを導入することに決定したのがその1年後の2019年の6月です。やはりオートストア、当社にとってのオートストアの一番の魅力というのが、2つあります。まずはやはりこの小スペース、かなり高密度な保管能力を持っていますので、限られたスペースの中でもかなりの量が保管できる点と、もう一つがレイアウトの自由度の高さです。当社の場合はピッキングスピードを最重要視していましたので、やはりオートストアを検討し始めた段階でも14段という、その高さがネックになっていました。14段、一番下から商品を出してくるここにかかる時間というのがやはりもう少し削減できないかなというところに、検討時間を費やした結果ですね、現在の、作業しているスタッフの頭上に、瓶を配置するというレイアウトに行き着きました。結果として、頭上の瓶は4段です。でこの4段までの部分で全体の 60% を確保できております。でこれにより、5段目以降に、今のところはピッキングの際に5段目以降に、進出していくことはないという部分で、全体の 60% をかなりのスピードでピッキングができているという状況になっています。以前はお客様から注文が入った後、自動倉庫から、商品が出庫されるんですが、自動倉庫でのピッキングを2名体制、その隣で、平置き倉庫でのピッキングを1名ないし2名の体制、合計3名から4名の体制で行っていました。でこれを1納品先に対して3名から4名でバラバラにピッキングしたものを後で合わせると、その後検品梱包して出荷するという流れになっていました。はい、思いつく課題に関しては、導入前の打ち合わせや設計段階で岡村さんと詳細に打ち合わせることができていたので、特にありません。はやぶさ様との上位システム連携は事前に入念な打ち合わせを重ねたことにより、本稼働の際にも問題なく稼働しております。やはりオートストアの大きなメリットの一つである小スペースという部分がここに来て生きてきています。以前の自動倉庫では1階2階の吹き抜け部分を自動倉庫として運用していました。オートストアではその時の2倍以上の保管量を確保しながら1階部分で全てを賄うことができており、2階部分の広いスペースをオフィスとして活用することができています。これによりコロナ禍の現在においても社員一人一人がしっかりと距離を取った状態である程度自由な形で業務に当たることができています。まずは導入企業の事例を多く検証することだと思います。その上で自社に必要な要件というのをきっちりと定義することが重要になると思います。当社の場合は保管スペース、それとピッキングスピード、このピッキングスピードを追求することによって現在の作業員の頭上に
4段の瓶を配置するという今のレイアウトが出来上がりました。設計段階でこれらの要件をきっちり定義しておくことで、より自社に合ったものが作れると思います。